映画好き酒へようこそ。川野です。今日はカシオの5月新作のご紹介です。それではスタート。今日は数ある新作の中から抜粋して4つご紹介したいと思います。早速実況をご覧ください。1つ目 GA2100MNG です。漫画をイメージして G-SHOCK の漫画独特の世界観で表現しました。日本を代表する時計ブランドの G-SHOCK と日本発祥である漫画を掛け合わせたメイドインジャパンシリーズ第8弾ですね。ちなみに前回のメイドインジャパンシリーズは忍者モデルで、こちらも好評でした。ベースは定番人気の薄型モデル GA2100 スカイブルーとホワイトの2色展開です。漫画に使用されるスクリーントーンの模様をバンド、ベゼル、文字盤にプリントして漫画の中から飛び出してきたような 2D のデザインです。黒で縁取りがしてあるんですけど、ドットの入り方も全部じゃなくってより立体感、そして漫画風に仕上げるために影ができるようなデザインにしてあります。こんな感じで黒のドット模様があるところとないところがありますね。文字盤のインデックス部分は本当に書いてるんじゃないかなと思うくらいペイント感が出ています。くじ側の小針はセリフの吹き出しをイメージした遊び心あるデザインです。長身の色はホワイトが黄色でスカイブルーが赤と色合いと視認性を確保しています。裏蓋は漫画独特の効果音をカタカナで刻印。電池モデルでボックスはスペシャルパッケージです。それでは着用感想いきましょう。僕今年の春夏の新作を東京に見に行ったんですけど、その時の中でこの漫画のシリーズが結構上位に刺さってですね、本当ちょっと離れてみると手に描いたような漫画の時計を描いたような本当手書き感があって、本当遊び心があって、僕はこのデザイン大好きです。色もね、白と水色い悩ましいんですけど、個人的にはどっちがいいと思います？青ですね。らしいです。以上です。漫画モデル5月17日発売予定です。2つ目イニエスタシグネチャーモデルです。アンドレス・イニエスタ選手は世界的なプロサッカー選手で、現在は UAE プロリーグクラブエミレーツのミッドフィルダーとしてプレーをされています。過去にはチャンピオンズリーグの制覇、リーガ・エスパノーラリーガ・エスパニョーラ優勝、FIFA クラブワールドカップ制覇などのビッグタイトルを獲得しています。そんなイニエスタ選手の偉業と勇姿を表現したコラボモデルです。ベースは G-SHOCK を代表するデジタルモデル DW5600、 全体ブラックでエンジに近い赤が差し色で配色されています。この赤色っていうのがイニエスタ選手のイメージカラーであり、イニエスタ選手と G-SHOCK が大切にしているネバーギブアップの精神や情熱を象徴する色で、日本とスペインの国旗に共通する色という意味を込めて採用されたそうです。文字盤の6時位置にはイニエスタ選手の名前、8時側のボタンには背番号の8がレーザーで刻印されています。さらに裏蓋にはイニエスタ選手本人のサインを刻印。バンドには今回のコラボのためにイニエスタ選手本人が書き下ろしたマスターズゲームの文字を6時側にプリント。この言葉にはイニエスタ選手がサッカーをする上で最も大切にしている言葉の一つだそうです。また勇敢には A と I を組み合わせたオフィシャルロゴが入っています。バックライトを点灯するとイニエスタ選手の伝説のゴールシーンっていうのをシルエットで再現してまして、2010年に開催された国際大会でスペインを初優勝に導いたシーンが浮かび上がります。電池寿命は通常より長めの約5年。ボックスはリサイクル素材を使用して環境に配慮したスペシャルパッケージで、マスター・ザ・ゲームの文字やサインが入ったオリジナルステッカーもセットになっています。イニエスタ選手シグネチャーモデル5月11日発売予定です。3つ目 MTGB3000DN です。テーマは広大な宇宙空間に輝く三光星雲。三光星雲っていうのは主に水素ガスでできた星雲で、生まれたての星によって照らされて発光しているそうです。多彩な色合いと複雑な形をしており、特に赤や青の明るい色で輝くことが多い。三光星雲は新しい星が生まれる場所としても知られています。このような星雲の中でガスや塵が徐々に集まって新しい星が誕生するそうです。
ベースは MTGB3000。カシオ独自の様々な IP を駆使してレインボーマルチカラーを表現しています。ベゼルはブルーとパープルのグラデーション IP で、どちらかというと暗めのお色を使ってますね。インデックスインダイヤルは星雲をイメージしたレインボーのマルチカラーになってまして、インダイヤルは2時位置がオレンジ、6時位置が緑、10時位置がブルーとそれぞれ色を使っています。バンドは全体ブラックのソフトウレタン素材を採用して多色のアルミ素材を混ぜて全体が宇宙のようにキラキラしたデザインになっています。このバンドの内側から見たらそのキラキラっていうのがより分かりやすいです。美女と勇敢にはダークパープル IP を採用してるんですけど、結構こう黒に近いような色味になってますね。ラグとバンドの接合部12時側はブルーっぽい色を使って6時側はパープルを採用しています。またこれもこだわりなんですけど、ボタンから見える隙間であったりバンドの隙間っていうんですかね、そこにも色を使ってまして、このようにほんと小さい隙間なんですけど、そこでさえも色を使って細かいところまでもこうレインボーにしてやろうっていうカシオさんの強い意志を感じました。構造はこれまでの MTG-B3000 シリーズと同じで、カーボン強化樹脂ケースでモジュールを保護して外側をメタルパーツで覆ったデュアルコアガーゾコードを採用。ステンレス製の裏蓋を何工程ものプレス、切削、研磨をして立体的な複雑形状に成形。ラグリュースガード、ボタンガードの機能を裏蓋に持たせる構造にして小型化も実現しています。また薄型の多機能モジュールを採用することでケース圧が 12.1mm とこれまでの MTG モデルと比べて薄くなっています。機能は電波受信、タフソーラー、Bluetooth 機能搭載。ボックスはスペシャルパッケージです。 MTGB3000DN5 月24日発売予定です。4つ目、グラビティマスターです。数年ぶりのグラビティマスター新作でございます。グラビティマスターは過酷な環境下で活動するプロフェッショナルに向けたマスターオブ G シリーズの航空機やパイロットの世界観を演出したモデルです。カラーは全部で3色、ブラック、オレンジ、グレースカイブルーです。航空機のコクピットに見られるハイコントラストなアクセントカラーを文字盤やボタン、秒針に使ってダークカラーでまとめました。グラビティマスターはこれまで GR-B100、B200 と出ましたが、今回の B300 は航空機の機体にも使用されるカーボン素材の特性、耐衝撃性、合成、耐劣化性を生かした耐衝撃構造のカーボンコアガード構造を採用しています。外装は次世代航空機から着装へとフォルムを表現してまして、ケースからバンドにかけて滑らかに面をつなぐことで一体感のある作りにしています。複雑形状のベゼルを一体成形して下層にメタルとウレタンのリングパーツを実装。ケース素材には強さと軽さを併せ持つカーボンファイバー強化樹脂を採用。文字盤は視認性を確保するため3層構造で奥行きを出しています。12時位置のインダイヤルはケーキをモチーフとしたデザインで、9時側のディスク針はデュアルコイルモーターを使ってアラームのオンオフ機能だったりストップウォッチなどの回転表現に加えてバッテリーインジケーターとしての役割を担います。右下のボタンを押すとこのように回転してどれだけ色が見えるかっていうので電池残量が分かる仕組みになってます。この B300 っていうのは飛行することを想定した機能が2つありまして、1つが現在位置と時間が記録できるフライトログ機能を搭載。スマートフォンと連携することで時計のボタン操作で現在の時刻と位置を専用アプリの地図上に記録。フライトログとして出発、到着時間や離発着地などを管理するのに役立ちます。さらに出発地、経由地、帰還地などの移動履歴を一括で管理することもできるそうです。もう一つがタイムゾーンなんですけど、異なる2つの都市の時刻をメインダイヤルとインダイヤルで同時表示します。右上のボタンを長押しするとホームタイムとワールドタイムの入れ替えが可能です。都市設定っていうのは専用アプリのカシオウォッチーズから設定が可能
能です。主な外装にはバイオマスプラスチックを採用。機能はタフソーラー、電波受信機能と Bluetooth 機能を搭載。それでは着用感想いきましょう。このモデルを着用していてちょっと分かったのが、細腕の人にはちょっと向かないのかなっていう、なんか最初からマイナスな意見で申し訳ないんですけど、ちょっとねベルト部分が長いんだなっていう印象ですね。なので腕回り15センチ以上は欲しいなっていう印象です。ただやっぱグラビティマスターっていうことで視認性がもうすごいよくって、インデックスとメインのインデックスと針との部分の色が、だいたいこのモデル今白で統一されているんですよね。あとはインダイヤルは同系色でまた統一されているので、パッと見た時の時間って分かりやすいなっていう印象です。あとはベルト部分ですね。ちょっと真ん中がつるっとして横の方は模様が入っていて、こういう細かいこだわりはやっぱり見ていて楽しいものがあるなと思いました。サイドから見てもかっこいいです。以上です。グラビティマスター5月17日発売予定です。ということで5月カシオ新作のご紹介でした。今月は結構新作いろいろ出てるんですけど、昨年に続いてレインボーシリーズもそうですし、漫画のメイドインジャパンシリーズっていうのはすごく注目度が高いかなと思っています。またショート動画なんかでも紹介したいなと思ってますので、発売日以降にタイムペディアに見にいらしてください。ということで久々の長い動画でした。また上げられるよう、来月もね上げられるよう頑張りますので、ぜひたくさん見てください。ありがとうございました。